皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はい、このポッドキャストは、日本語学習の中級者上級者向けのポッドキャストになっております。なので私は本当に普通の友達と話すような自然なスピードと自然な日本語で話していきますので、ちょっと難しいと思った方ぜひ、私のウェブサイトにトランスクリプトあります。で、ペイトリさんサイトでは、言葉の勉強もできますので合わせてチェックしてみてくださいね。はい。ということでですね、前回ね、事故物件のビデオを撮ったのと同じ日なんですけど、同じ日っていうかその後に、このポッドキャストを撮ってるんですけど、もう事故物件の話してる時に体の半分が、北京ダックになりそうという話をしたんですけど、なんか、太陽が強すぎて、はい。閉めました。ブラインドを。なので、もう大丈夫。マジ暑かったなーって。焦げるかと思った。体半分が。ね。しかも黒い服着てるからさ、なんか私よく結構黒い服着るのね。黒ってさ、太陽を集めるじゃん。暑くなるじゃん。だからいつもすごく暑いんだよねっていう話なんだけど。ねっていう。まあ。ですね、今日は何の話をしたいかというと、そう、今日ね、この後ね、私、仕事があるんですけど、今12時ぐらいでご飯食べて、ちょっとレッスンをいくつかして、その後に、鬼滅の刃の映画をようやく見に行きます。はい。ね。みんな見た？今すごいね、やってるよね。今なんか、トレンドになってるのは鬼滅の刃の映画と、あと、なんだっけ、なんかこれ、チェーンソーマンチェーンソーマンの映画がね今すごいトレンドになってますけど、日本ではどうなんでしょう。みんな見たかな。鬼滅ね、そうちょっと緊張する。なんか理由はですね、鬼滅を見ると緊張する理由はですね、絶対泣くじゃんね。しかももう私は漫画を読んでるので、どんなことが起こるのか分かってるんですよね。どんな戦いを繰り広げるのか、何が起こるのか、絶対泣くんだよねっていう感じで、ちょっとやっぱ気合い入れていこうっていう、はい、思ってます楽しみだね。フランスでもすごく人気なんでね。はい。その前にあとね、スーツケース買いに行きますね。まだスーツケースなくって、そう一個でっかいスーツケースがあって、もう一つね、まあ大きいスーツケースがあるんですけど、このスーツケースはね、古いのよ。いつ買ったかというと、私が19歳の時に初めて海外旅行、アメリカに行った時に買ったスーツケースなんですね。両親が買ってくれたスーツケースで結構大事に使ってたんですよ。思い出のものだし。でも10年以上か、10年ちょい経って、なんかハードスーツケースっていうの、硬いやつね。ハードスーツケースなんだけど、そのハードの部分がちょっと欠けちゃって、ボコボコで。で、重いんで、もうちょっと大きいサイズ欲しいから、多分、このスーツケースとは今回もうさようならして、新しいスーツケースをでっかいの買って、このでっかいスーツケース2つで帰国しようと思ってるんですけど、なんかいつも思うのは、なんかハードがいいの？それとも布がいいの？なんか、布スーツケースがいいの？どっち？っていつも思うんですよね。ハードだとやっぱり頑丈なのかな？なんか、ね、水入らないとか、そういうメリット。で、布だとやっぱ軽いとか、物を入れやすいとか、そういうメリット。みんなどっち使ってる？どっちも持ってる？私はね、一個ね、このフランスに来るために買ったでっかい、なんか、なんだろう、容量100リットルみたいなやつあるじゃん。なんか XL サイズみたいなやつを買って、それは布なんですよ。3万ぐらいしたかな。ちょい高ぐらいの値段で、3万ぐらいのスーツケースは布なんですね。だからもう一個はハードにしようかなってちょっと今考えてます。なんかどっちも持ってると安心かなっていうね。はい。
まあ、荷物問題よね。帰国する時の荷物問題はね、誰しもあると思うんですけど、そう。まあ私あんまり物買ってないんで、フランスで。問題はお土産ね。お土産が結構かさばるかな。かさばる。なんかかさばるっていうなんかこう、邪魔になるみたいなイメージですね。お土産がちょっとかさばるかなと思うんだけど。まあ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 。やっぱみんなにね、フランスをちょっと素敵なフランスのお菓子とか、いろいろね、配ろうかなと思って。まだ買ってないんだけどね。そう、両親にはね、なんかいろいろ洋服系ですね。やっぱなんか、フランスで作られたバッグとかさ、うちのお母さん絶対嬉しいと思うから、ね、これはフランスで作られましたみたいなバッグとかをプレゼントしようと思って、この間買いに行きましたね。なんか革の、可愛いバッグですね。まあ、ちょっと年が上の人向けなのかなっていう感じのカバン屋さんで、まあ、値段もそんなに150ユーロぐらいかな。まあちょっと高いけど、まあそんぐらいね、やっぱ親孝行していかなきゃなあって思いますので、お母さんに買って、お父さんにはラコステラコステのバッグ買おうかなって今考えてますね。ラコステ、フランスの有名ブランドっていろいろあるけどさ、結構ラグジュアリーすぎるとちょっと高すぎるし、お父さんそっち系じゃないんで、ラコステちょうどいいなみたいな。ラコステ好きなの、うちの両親。めちゃめちゃ。ワニのマークがすごい好きで。ラコステ着てたらおしゃれみたいな部分あるんで、うちの両親も。なのでラコステのバッグ。まあ、日本にもあんだよ、いっぱい。ラコステって。で世界中にあるじゃん。でもね、いいのよ。フランスで買うラコステに意味があるのよ。これはフランスで買いましたというお土産がね、やっぱりそこにね、付加価値があるんですよ。はい。価値が増すんですね。多分日本にも売ってるんだけど、同じバッグが。まあ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 。はい。ということで今日はね、そんな感じの買い物をしに行こうかなと思ってます、この後。はい。まあ残された時間は限られているんで、これからはもう荷物を詰めたりとか、掃除したりとか、いろんな人にお別れを言ったりとか、チーズ食べたりとか、まあチーズ食べたりとか、チーズ食べたりしていきたいと思います。はい。で、今日はですね、今日の本題は、皆さんは、もし誰かにと、入れ替われるなら誰になりたいですかというお話です。これはですね、サニーサイドジャパニーズという私と他の先生とやっているグループクラスの会話クラスのトピックだったんですね。で、面白いなと思って、ね、みんなのことも聞きたいなと。まあもちろんね、自分が一番いいよって思ったりもする人もいると思うんだけど、まあもし誰かに生まれ変わるというか、まあ、入れ替われるなら、ねっていう。もちろん動物でもいいし、キャラクターでもいいし。皆さんはどうちょっと考えてみてほしいんだけど。はい。まあ動物だと、私は、やっぱ猫だよね。猫好きな人は猫って言うよね。犬とか好きな人は犬って言うと思うんだけど。猫かな。やっぱうちの猫ちゃんが何考えてんのか知りたいし、どんな気持ちなんだろう猫ってっていう人間のことどう思ってんのかなとか、何喋ってんだろうって知りたいんだよね。だから猫になりたい。まあ入れ替わるっていうとうちの猫なのかな。でもうちの猫と喋りたいから別の猫に入れ替わってうちの猫と喋りたいかな。あとご飯ってどれぐらい美味しいんだろうみたいな。なんかすげえ食べるじゃん猫ちゃんとかってパパパパパパって。あとチュールとかさ、なんかおやつとかあげるとそうなんかもうありえないみたいな感じでもうすごい食べるじゃん。あれって美味しいのかなみたいな。どれぐらい美味しいんだろうみたいな部分とかね。知りたいよね、猫。動物。まあ動物結構面白そうだよね。なんかキリンとかね。首長くてどんな目線なんだろうとか。ね。あとカエルとかね。ちょっと気になる動物いっぱいある。私のそのクラスの生徒さんは猫って言ってる方と、あと深海魚になりたいって言ってる人もいて、
深海魚ってどんな気持ちなんだろうとか、どういう生活してんだろうみたいな。いや、めっちゃ確かにと思ったね。明かりもないし、何食べてんだろうとか。ね。まあ、感情がないかもだけど、もしかしたらあるかもだから、なんか、どういう世界が見えてんだろうな、みたいな。まあ、怖いけどね、深海魚になって深海で生活するとか、結構怖いけど。皆さんはどう思います？動物だったら何に入れ替わりたい？あとなんだろうね。まあ、あとキャラクターね。キャラクターだったら、何になりたいんだろう。スパイダーマンかな。少年みたいな。ありふれた回答ですけど、スパイダーマンでなんか指から糸出して、なんかビルとビルの間をこうスイングしたいよね。戦いたくはないです。別になんか正義のヒーローになりたいわけじゃなくて、糸を手からピューって出して、手か首ここ手首から出てんだっけ、スパイダーマンって。ピューンっつって。で、なんか空飛ぶみたいな。お散歩したいなって。あとなんだろう。キャラクターだとやっぱまあいっぱいあるっちゃいっぱいあるよね。なんだろうね、一番憧れるキャラクター。なんだろう。なんか、まあ、鬼滅で見に行くって言ったけど、鬼滅のキャラクターにはなりたくないよね。なんかもう、痛そうだし、大変そうだし、辛そうだし。大変なやつは嫌だね。だからアクション系憧れるけどさ、ヒーロー系。ちょっと痛そうっていう。責任が重すぎる。ヒーロー系は。世界救わなきゃとか、そんな責任は負えません。ので、なんかサイキクスオとか。サイキクスオ、でもサイキクスオもあれだよね。世界救うみたいなミッションだよね。ダメだ。なんだろう。まあ、モブサイコのモブくんも好きだけど、モブも世界救うだもんね。なんだろう、日常系なりたいキャラクター。いや、かっこいいキャラでやっぱり多いんだけど、やっぱ世界救いたがるよね、みんなかっこいいキャラクターって。やっぱなんかちょっと背負ってる責任が違くて。それは嫌なの。トトロとか。トトロよくない？トトロになりたいみたいな。トトロ何考えてんだろうみたいな。ね。トトロぐらいだったらいいかも。魔女の宅急便のキキとか。ね。キキいいかもね。空飛べるし、なんか宅急便にしたくない？なんか空飛んでお荷物運びますみたいな。いいじゃん。キキかな一番。皆さんはどうでしょう？なりたいキャラクター何？いっぱいあるけどね。いやマジパッと出てこないな。ポケモンの世界とか行きたいかもね。可愛いからね。ポケモンとコミュニケーション取りたいっていうかね、生活したいなみたいな。サトシサトシやっぱ主人公、昔の主人公サトシかな。あれだよね。でもサトシってあれだね。日本ではサトシだけど、他の国でサトシじゃない場合があるよね。みんなの国何？サトシじゃなくてなんだっけね、名前。なんか、サシャみたいな名前だよね。なんかフランスはね、サシャみたいな名前だった気がする。全然違う。なんか、そんなんだったよね。日本版だとね、ポケモンの、初代、主人公はサトシですね。あとドラえもんの世界とか、やっぱ平和な世界がいいよね。ドラえもんとか。でもドラえもんは平和なんだけど、でも、非現実的なことが起こってるわけじゃん、そこでは。ね。ドラえもんというね、未来から来たロボットがいて、ね、道具をね、出してくれるから。あれはなんか非現実的、なんか日常の中で非現実的を味わえるみたいな感じで、ドラえもんの、誰かな？静香ちゃんかな、やっぱり。厚かましいね、私は。ずうずうしいですね。静香ちゃんになろうなんて。みんなの
憧れ、みんなのマドンナ、可愛いおしとやかな静香ちゃん。まあドラえもん世界の中で一番いいポジションだよね、静香ちゃんって。ね、みんなにも誰にも嫌われないし、なんかみんなに褒められるし、みんなに大事にされる、ね、美少女キャラ、静香ちゃんがいいかな。厚かましいか。はい。まあ、キャラクターはそんな感じで、あとなんだろうね。まあ実在する人物に入れ替わりたいっていうのはあんまりないんだけど、でもまあ誰ということは特定はしないけど、私が一番興味があるのは、この世のねものを最も知っている人、この世のすべてのものを最も今この現状で最もこの世について知っている人と入れ替わりたい、ね、でいろんなことを知りたいっていう、誰なんだろうな、この世のことを最も知ってる人って誰なんだろう。多分大統領とかそういうんじゃないと思うんだよね。もっとこうなんか帝王がいると思うんだよね。金持ち系なのかな。学者ではないと思うんだけどね、誰かわかんない、この世の最もイーロン・マスクとかじゃないと思うね。もっと年が上の人だと思うんだよね。そうで、何を知りたいかというと、なんかこの世の中の解決されてない問題の真実とか、あの時本当は何が起こったとか、なんかこの世界の真実を知りたいなっていうね、はい、思いますね。なんかこうね、未解決事件とか結局何だったんだろうみたいなあるじゃんね。一般市民では知り得ない情報っていっぱいあるわけじゃん、絶対。だからそれ知りたいので、そういう人と入れ替わりたいですね。あとは特定の人でもこれないんだけど、すごく才能がある人、例えばアーティストとか、なんかどういう感覚で生きてんだろうみたいな、どういう見方でこの世界を見てるんだろうって思うんだよね。なんかああいうアートを生み出す人ってね、ねって思いますね。その人の考えていることを知りたい。皆さんはどう思いますか、ね、でもみんな大変そうだもんね、人生。自分がいいかもね。そりゃそうだよね。なんか身近で言うと、例えばお母さんになってみたいとかね、どういう気持ちで自分の息子と娘のことを考えてるんだろうみたいな、お母さんの気持ちをやっぱ知りたいとか、お父さんの気持ちを知りたいっていうのもあるよね。入れ替わってちょっと見たい、なんか一日だけみたいな。でなんか気づくこともいっぱいあるだろうし、お母さんってこういうこと考えてたんだ、お父さんってこういう気持ちなんだみたいな知ると、もっといいことねあるかもしれない。でも知りたくないことも知っちゃう可能性もあるしね、そういう場合ってね、難しいね。はい。ってな感じで。はい。こういうことをね、どうでもいいというか、なんかこんなこと考えても仕方ねえだろみたいなことを考えるのもまた楽しいなって思いました。はい。サニーサイドではね、そういういろんなトピックについて話してますので、はい。よろしくどうぞ。はい。あとね、みんなはね、生まれ変わるじゃないや。入れ替われるとか、一日だけとか入れ替われるんだったら、何になりたいっていうのをぜひコメントで教えてくれたらいいなと、思います。はい。今日は、入れ違えるなら、入れ替われるなら誰になりたいというトピックでした。はい、今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとインスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ではメンバーシップを開始しました。メンバーシップでは、私のゲームプレイ動画を見れたり、ゲームライブをする予定であったりするので、ぜひメンバーシップ参加してみてくださいね。
やってほしいゲームのリクエストとかあったらぜひコメントしてください。はい。難しすぎず怖すぎずいい感じのゲームでお願いします。はい。あとはなんだ。そうゆうゆうさんとね、春とゆうゆうのゲームで日本語という、ポッドキャストチャンネルと YouTube チャンネルがあります。そこではゲームの話をしたりとか、あとゲームを実際に2人でプレイしたりしてるので、ぜひチェックしてみてください。最近は YouTube で、都市伝説解体センターというビジュアルノベルミステリーの第1話をね2人でやりました。面白かった面白かったですね。はい、ぜひ見てみてください。はい、そしてあとサニーサイドジャパニーズのポッドキャストもあります。サニーサイドジャパニーズポッドキャストで検索してみてください。他の先生たちと会話形式のポッドキャストになります。はい、よろしくどうぞ聞いてみてね。はい、で最後にペイトリオンですね。ペイトリオンではボーナスコンテンツをゲットすることができます。タメ口ポッドキャストをフルで聞けたりとか、あとは今回の動画で新しく出てきた言葉を勉強できたりとか、あと月に1回ズーム会というのをしていて、みんなでこう軽くお話ししたりみたいなこともしてますので、ぜひ、メンバーになってみてくださいね。はい、そうね、そろそろ私は日本に帰りますので、ちょっとその間ね、もしかしたら YouTube やポッドキャストの更新がちょっとなんか遅くなっちゃう可能性もありますので、はい、すいません。でも帰ったらね、もっといろんなことをお話できたらいいなと思ってます。はい、ということで、とりあえず今は私はすごくお腹が空いたのでご飯を食べようと思います。何食べようかな。はい、ということでまた次回、さよなら。